皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1100日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1150名、戦車8両、装甲戦闘車13両、砲69門、防空システム1機、ドローン141機、その他車両も同数の141両となっています。戦線全体では、1日で98回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシアでは軍事フォーラムが開催され、その中でロシアの誘導爆弾の効果が大きく損なわれていることが判明しました。ロシアの誘導爆弾 KAB シリーズは、ロシア版 GPS のグロナスで誘導するもので、航空機から投下し、射程は50キロ、総重量が500キロの KAB500、1500キロの KAB1500 などがあり、登場した時は、ウクライナ軍の脅威になり、作戦に影響を与えてきました。軍事専門家のセルヒー・スグレツ氏やロシアのファイターボマーなどによると、ロシアのフォーラムでは、ウクライナの電子戦が前線全体に張り巡らされ、非常に強力な影響を与えているため、精密誘導がほとんどできなくなっていると報告され、対処方法が議論されました。その結果、精度で劣る慣性誘導爆弾を8発から16発使用することが考えられるが、現実的には光ファイバードローンを使用するしかないとしています。2番目。ウクライナの鉱物協定の締結が目前で、トランプ和平が現実的になり、ウクライナにいる40万人とも60万人とも言われるロシア兵が戻ってきた時に、ロシア経済が耐えられないとの指摘が出てきました。ロシア国営テレビのプロパガンダ番組、ソロビヨフの夕べでは、特別軍事作戦後についての話題になり、作戦が終われば、多くの兵士が帰還する。今、兵士は、月20万ルーブルの給料をもらっているが、帰還して民間人になれば、仕事をしようとするだろう。さて、私たちの国には、それに見合う給料の仕事はあるのだろうかと語り、3年間の消耗戦で貧しい状態にあるロシア経済が何十万人の兵士の帰還に対応できないことを示唆しました。これについて、ロシア野党系のテレグラムチャンネルでは、珍しくいい質問だとした上で、今、50万人のロシア兵から数百万ルーブル稼げる仕事が消え、月4万ルーブル、6万円の生活が待っている。しかも、仕事にありつけるのは全員ではない。すると答えは簡単だ。多くは犯罪に手を染め、武装勢力を結成することになる。厄介なことに、大金を手にしただけでなく、殺人も手慣れている。ソロビヨフは分かっていたが、テレビでは口にできなかったと解説しました。さらに、アフガニスタンですら、帰還後は、そのような状態になった。今回はその5倍だ。軍では、突撃で多くの兵士が処分されているが、そうやって帰還する人数を少しでも減らそうと努力していると指摘しました。3番目。昨日もお伝えした獄中の国家主義者イーゴル・ストレルコフ、イーゴル・ギルキンは連日手記を公開し、今年春から夏にかけてウクライナの攻勢が起きると分析しました。ストレルコフはロシアにとってトランプ和平は邪魔になる。ワシントンはロシアに何一つ具体的なものを与えることなく、交渉ゲームからロシアを脱落させようとしていると指摘しました。さらに、アメリカの譲歩は、
すべてウクライナと欧州の同意が必要なものばかりだ。ロシアは与えられない餌を見せられ、譲歩しようとしていると警告を発しました。ロシアが提案している資源取引についても、これはボロボロになったロシアをアメリカが買い叩き、中国から引き離す目論みだとアメリカの真意を解説しました。また、今後についてクレムリンは和平を遅らせる以外に選択肢はない。トランプはロシアの強硬姿勢にうんざりし、制裁を加える可能性が高い。その時にウクライナは攻勢を仕掛けてくるだろう。ウクライナはもう準備を開始していると指摘しました。つまり、兵士を処分したいロシアと領土を奪還するウクライナで利害が一致するということでしょうか？それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、過去に海外で起きた事件を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。双方が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最高気温-3度、最低気温-15度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面でルシアン軍は10キロ先のスジャの補給線を目標に西から攻勢を強め兵力を投入しています。ルシアン軍は多数のウクライナ軍の車両が破壊されたとして、スジャの補給線を光ファイバードローンで撮影した映像を公開し、ウクライナ軍の継戦の意欲を削ぐプロパガンダを展開しました。スジャ中心部から南の国境まで撮影して編集した3分ほどの映像では、34両の車両が遺棄されているのが確認できるものとなっています。戦況図では、今日はポグレブキなど7カ所で地上戦の報告がありますが、戦況図に変更はありませんでした。ハルキウ方面。この方面でルジアンは6回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で5回、スバトベクレミンナ戦で9回、シベルスク周辺では7回、チャシフヤール方面は1回、トレツクの方向では7回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面でルシアン軍は絶えず攻撃を行っていますが、全般的に攻撃は停滞しています。そのうち、ドボリチナとザパドネの集落を結ぶ R79 号線では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃を行いました。ウクライナ軍は、少数の装甲車両で地図の場所にある工場の近くに近づきましたが、ルシアン軍の偵察ドローンに発見され、おそらく FPV ドローンにより、1両は後方の森林で破壊され、もう1両は工場のすぐそばで損傷し、攻撃は成功しなかったと思われます。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の偵察ドローンが撮影したもので、地図の場所にいるウクライナ軍の装甲車両の様子となっています。戦況図に変更はありません。チャシフヤール方面。この方面は、ルジアンの攻勢が続きはしていますが、勢いは低下傾向にあり、ウクライナ軍が撃退しています。1番目。チャシフヤール北側の住宅地では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が西から反撃を行い、ルジアンを押し戻しています。ご覧いただいているのは、ルシアン側の撮影したもので、地図の家の様子を観察しているところとなっています。複数の情報によると、
最前線は駅の北の森林付近と考えられ、戦況図では1キロほど占領地を縮小させ、係争地に更新しました。2番目。チャシフヤール市街地では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが耐火レンガ工場から占領地を拡大しようとしていますが、ウクライナ軍はドローンで撃退し、阻止しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の国家警備隊第18スラブ旅団のもので、地図の場所の様子を観察しているところとなっています。ルジアンは堀コボ通りから前進できず、戦況図に変更はありません。トレツク方面。この方面では、ロシア軍に補給の問題が起きている可能性が高く、ウクライナ軍の小規模な反撃が徐々に拡大し、ウクライナ軍がトレツク市街地で虫食い状に奪還しています。1番目。トレツク市街地の中心部では、昨日の動画で、ウクライナ軍が市街地中心部まで突入したことをお伝えしましたが、その後、ウクライナ軍は突入した歩兵を支援するため、接触線に沿ってドローン攻撃を行い、ルジアンの反撃を阻止しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第100機械化旅団のボロングループの撮影したもので、地図の場所にある鉱山管理用の建物を観察している様子となっています。戦況図では、その範囲で、ルジアンの占領地500メートルほど縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。2番目。また、南側の住宅地でも、ウクライナ軍が反撃を行い、ルジアンを押し戻しています。ご覧いただいているのは、ルジアンの撮影したもので、ウクライナ軍がいると思われる建物にルジアンが近づき、何か投げ込んで一目散に逃げる様子となっています。3番目。また、その東の高校の付近でも、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がドローンで支援して歩兵が前進し、ルジアンがドローンで反撃を行っています。以上から、戦況図では、住宅地の南側で、ルジアンの占領地を2キロほど大きく縮小させ、係争地の拡大として更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では25回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で11回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンの攻勢の勢いは弱まり、ウクライナ軍が局所的に反撃に転じています。この方面のルジアンは疲弊し、砲弾と歩兵の不足が深刻で、攻勢から防衛に転じざるを得ないばかりか、局所的に戦線が崩壊しつつあります。ルシアンの軍事ブロガーは、この方面の戦況について、ウクライナは日に日に大胆になっていて、我々の陣地を落としている。状況は厳しいと報告し、別の軍事ブロガーは、弾薬も食料も補給がなく、我が兵は、その辺のヌッコやネズコを捕まえて食べていると報告しました。1番目。つい1ヶ月前は、激戦地だったポクロフスク西側にあるコトリネでは、ウクライナ軍が反撃作戦を行い奪還しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第25空挺旅団の撮影したもので、兵士のインタビューも交えながら、コトリネの奪還を報告し、その中で、地図の場所で逃げるルジアンを、ウクライナ軍がドローンで追いかけ、ウクライナ軍が集落に突入しようとしているところになります。2番目。また、ウクライナ軍は、その東にある鉱山に攻撃を行い、地図の場所で旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、ドローンが旗を磁石でくっつけているところですが、隣のコトリネは、ウクライナ軍が奪還していることから、一定の心理作戦になっていると考えられます。ここまでで、コトリネはウクライナ軍が奪還し、その東の鉱山施設は、係争地のままとして更新しました。面積は3平方キロになります。それ以外の数多くのルジアンの攻撃は、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。
コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面で、ウラクリーで、ウクライナ軍が奪還作戦を行い、ウクライナ兵が捕虜になった情報と、アンドリーフカでルジアンが前進した情報がありますが、そうでないとする情報もあり、今のところ、戦況図に変更はありません。後方地域。今日はクリミアとクラスノダールでウクライナ軍がドローンによる戦略空爆を行いました。ロシアン軍はクラスノダールで83機、クリミアで30機など合わせて128機のドローンを撃墜したと主張しています。目標はクリミアにあるサキ飛行場、カチャ飛行場のほか、クラスノダールにあるトゥアプセ石油精製所、トゥアプセ貿易港と伝えられています。そのうち、トゥアプセ製油所は、年間処理能力は1200万トンで、ロシアンの中でも最大級の製油所とされています。映像はありませんが、地元テレグラムチャンネルによると、石油パイプラインと AVT12 処理プラントが損傷したと伝えています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは6回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。